皆さんこんばんは、ピケです。今回はルーズリーフを使ったおすすめの勉強法についてご紹介していきたいなと思います。前回はこちらの動画で同じくルーズリーフを使った勉強法を紹介しましたが、今回はもっと具体的に、特に受験生の勉強に役立つような方法を分かりやすく説明したいと思います。僕はよくルーズリーフを使って勉強します。その理由はページの順番を後から変えたり、新しいページを途中に付け足したりすることができるからです。ノートには確かに使い切りの良さや手軽さというメリットがある一方で、ルーズリーフには長い期間をかけて勉強をまとめることができるという良さがあります。こちらは僕が高校生の時に大学受験のために作った世界史のまとめノートです。こんな感じで世界史の始まりから終わりまで自分なりのルールを使ってきれいにまとめました。具体的な話をすると、まずこのプリントは学校の先生に配布していただいたもので、公共の教材ではありません。世界史穴埋めプリントと検索すると似たような資料ページがいくつかヒットするので、一度皆さんもチェックしてみたらいいのではないかなと思います。またこの色分けについては、僕が勝手に持っている国の色のイメージをそのまま振り分けたものになります。アメリカは赤色、フランスは青色、イタリアは緑色というように、自分なりのイメージをそのまま色分けに落とし込んでまとめてあります。人は暗記をするタイプがいくつかに分類されるというふうに言われています。一般的な暗記の仕方としては、言葉や文章を口に出してアウトプットしながら読んで覚えていくという方法です。僕はどちらかというと、読んで覚えるというよりも、覚えたいことそのものを頭の中で写真データに変えてしまって、それを試験中に読むというカメラ機能のような方法をとっていました。今ルーズリーフを使って勉強している、もしくはこれから試してみたいという方は、この丸マンのルーズリーフミニを使えば、もっと綺麗にもっと便利にルーズリーフの勉強ができるようになるのかなと思います。今回は具体的で分かりやすい説明にするために、シーン別にルーズリーフ勉強法の具体例を作成してみました。まずこちらが高校1年生の数学の演習ノートを再現したものです。使い切りのノートではなく、ルーズリーフで数学の問題演習を行うときは、自分が間違ってしまった箇所を把握して対策するために、このように大事な部分のメモとして要点整理することができます。これによってテスト前に自分が後から見返さなきゃいけないこと、自分が印象に強く残しておきたいことっていうのをピックアップできて、すぐに一目でわかるので勉強がより楽になるのかなと思います。数学は長所を伸ばすというよりも、苦手な問題をいかに少なくできるか、つまり短所をいかに打ち消すことができるかが大切になります。そのためこのようにルーズリーフミニを使って自分の苦手な箇所を明確にしておくと、成績は一気に上がっていくのではないかなと思います。最近このルーズリーフミニシリーズから新商品がいくつか発売されました。特におすすめなのはこのスマートレビューシリーズの3種類になります。まずこちらは単語の暗記にぴったりなスマートレビューシリーズの単語系タイプです。例えばこのように覚える必要のある英単語などを書き出してまとめておくことができます。英単語は一度で覚えられるものとそうでないものがはっきりしやすいのが特徴です。このスマートレビューの単語系タイプを使えば、自分が苦手だなと思った単語を羅列して書いておくことができるので、
通勤や通学中の隙間時間に読むことで効率的に勉強できるのかなと思います。このルーズリーフミニは名前の通りミニサイズのルーズリーフです。 A4、A5、B5 どのサイズのルーズリーフにも対応していて、制服やバッグのポケットにも入るサイズ感なので、散らかった机の上でも邪魔になりにくく、使い勝手が本当にいいと思います。続いてこちらが同じくスマートレビューシリーズの要点チェック系タイプになります。例えばこの世界史の国際連合に関するトピックがあるのですが、それを文字だけだと覚えにくいということで、こうして図にしてみるとすごく覚えやすくなります。このように要点チェック系タイプを使うときには、図やグラフ、自分なりのまとめた文章などを書き足すことでルーズリーフにまとめメモを追加することができます。このルーズリーフミニはコンパクトサイズだからこそ学校や職場に持っていくのにとても便利です。同じシリーズとして種類もたくさんあって、ミニ専用のバインダーやケース、ポケットなどがあるので、いろいろ組み合わせながらより自分流に使っていけるのかなと思います。僕はこの先社会人になるので、印鑑や名刺をしまったり、同時に仕事の中で大切すべきことのメモや記録などに活用して、自分だけのオリジナルミニバインダーを作っていきたいなと考えています。机にかじりつくような勉強の枠を超えて、それこそ文房具を身の回りの生活に合わせて使っていくことができれば、日常生活もより楽しくなっていくのかなと思います。中学生にとっても高校生にとっても、僕みたいに資格勉強する人たちにとっても、教科書や参考書の目次の順番に沿いながら、初めから終わりまでを通して勉強をこなしていくことが一番大切だと思います。それさえできれば勉強の楽しさを感じられて、自分だけの最強の武器になると思います。受験生に限らず定期試験に追われる学生の方も復習に活用するのはおすすめですし、自分なりの板書や勉強が作れたら、それこそこんな感じで授業や受験勉強にも臨機応変に使っていけるのかなと思います。今回紹介したルーズリーフミニシリーズは全てコスパが最高なので、ぜひ文房具屋さんなどに行ってチェックしてみてください。今回紹介したこのおすすめの勉強法とルーズリーフミニがぜひ皆さんの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。